もともとやっぱホラーつながりでしたもんね。最初はなんかホラー飲み会みたいなのあって面白い人呼ぼうっていうだけになってきました。なんといって僕は多分初めてディレクターをやってた忍者ガイデンでやってた時だったので、結構豊山さんにいろいろ聞きましたね。僕の中の切り口一つあって、はいはい、今の若いお客さんがきちんと遊びたいものに向き合ってっていうと、僕らってほら変じゃんよそうなんですか。需要向き合ってるって口では言いつつちょっと変なものを作りがちっていうところだと、真正面からやっぱり王道だと思うんですよ、アクションとか、その辺で。安田さんってそもそもどういうふうに今のこのチームとかを率いた？いや経緯はね、柴田さん知ってますけど、やっぱりチーム忍者っていうところに僕は入って、はい、まあいろいろね、前任の師匠たちが皆さんいなくなり、はい、それでずっとアクションゲームを作るってなって、まあその最初自分がやりたいこととか自分の引き出しでっていうのはありましたけど、やっぱそれが特にシリーズものだったこともあってなかなか受け入れられなくて、その時はやっぱりまあ自分のやりたいことだけじゃなくて、やっぱりやるべきこととかできることとか、まあ、期待されてることっていうのにちゃんと向き合わないとなっていうので、やっぱりマーケットインの考え方だったりとか、リリースの前にこう体験版とか出してお客さんの意見聞くとかってやっぱなかなか結構その作家性とかが強い方はなかなか取れないアプローチだろうなっていうのを結構逆手に取って、でもそれはもう2人とかがちょうど一回り上の世代でやっぱり共通するのは作家性の強さとか、まあ、そこですごいファンの方がついててっていうところにどう僕の世代とかが戦うかって考えた時のなんか一つのやり方っていうのは正直あるとは思ってますね。柴田さんはなんか最初の印象というか、この若手がだいぶバックボーン違うけど、でも最初から割と買ってるというかさ、そういうのあったじゃないですか。どういうふうに見てたのかな。いやでもアクションゲームを背負って立つ人間だったし、最初から最初からそんなわけないじゃん。超文系だし。人間だったし、まあ、文系としてリテラシーが結構リテラシーがあったので。でなんかめっちゃ俺ゲーマーでめっちゃゲーム詳しいんですっていうタイプでも多分なかったんですよね。いやそうだった。いや全然ゲームテクモのゲームやったことなかったですよ。どっちかというと映画とか小説の話をそうですねしてて、これだったら豊山さん高橋さん大丈夫だろう。おさんのメガネにかまわないと合わせてもらえない。やめてくださいね。ちょっとキャラがブレるんで。喫煙所でね、最初オースターの話をしました。そうです。ポール・オースターのっていうアメリカの小説家がいて、その話を最初の飲みじゃなかったですよね。確か喫煙所で話をしてて、お互いそのね、知識のマウンティングがいいじゃないですか。もうさすがっていうか、もうオースターって何って言われても両手が東大英文学科だったから、マウンティング合戦も負けるんですけど、いや本当に仕掛けてたんですよね。でも正直そんなことが全く周りになかったので、それ楽しかったですね。ジャパニーズホラーみたいなことをやってたり、でそれはもちろんゼロとか、はい、日本からのオーロンとか、そういうゲームと日本アジアみたいなところの話を、ホラーはね、話早いというか、まあ、J ホラーの影響があって、そうですけど、それが一番大きいですよね。でもここはちょっと切り口として、正直一昔前、僕が若かりし頃ユーザーやったら、やっぱりちょっと受けないそんなのはっていうイメージがあったんですよ。アクションゲームというか、アジアというか、欧米が的ではない世界観のものって受けないのかなみたいなのがあった。なんなら僕もその年だとサイレントヒルとかを作って、バイオハザードとかサイレントヒルがあってみたいな。でも今って本当にその辺の壁もなく日本的な世界観のゲームヒットするじゃないですか。ニオとか本当に海外でも大ヒットしてる。言うてもその中でも何かここは
ういうことを気をつけてみたいなのがどうなんですかね。あんまりそのなんだろう、海外でっていうので意識して日本とかっていうのはないですけど、でもやっぱり作りやすいっていうのはありますよね、正直なところ。作りやすい。やっぱりその、妖怪にしろ侍のアクションにしろ、そんなにこう無理しなくても、なんかいろいろ作れるし、あと嘘もつきやすい。なんかその正しいかどうかっていうのは自分たちの感覚でデフォルメもできるし。確かにね。でデフォルメとか嘘はつかないとゲームって作れない理由とやっぱありますよね。バックボーンがないところの嘘をつくとそうなんですよ。取り留めもなく。だからガンアクションとかやっぱりものすごく難しいなって思うんで、やっぱり小学生の時傘振り回してたし、ね、そういうのは刀のように振り回してたしっていうのはあったから、あと時代劇をやっぱりなんだかんだ見てた、ちっちゃい時にチャンバラもね、ものすごくやっぱ大きい気がするし、その世界の中で侍がいて自然な場所でどういった侍と出会うか、どういった侍と戦うかっていうようなところは本質的にやっぱりこう期待するところだと思う。そうですね。忍者侍はちょっとなんか現実を置いといて、なんていうかワールドワイドでも概念としてそうですね、かっこいいものとして、はい幽霊は無理でしょ。そうですね。日本の幽霊しか見たことないし。ゼロは海外難しくなかったんですか？最初全然その通じると思ってなかったですね。一作目作ったところ。とりあえず怖ければいいと思ってたので、でもなんかちゃんとこう怖いものをちゃんと作れば分かってもらえるんだと思いました。その時はその全然ニッチなジャンルですし、幽霊自体は誰でも知っているとはいえ、それをゲームに化してやっぱりバイオハザードがメジャーになるとはあんまり思ってなかったけど、でもあれよりも怖ければなんか受け入れられるものになるかなという期待はありましたね。あれはでも概念として理解されたんですかね。まず死んだ人の怨念がみたいな。一応 J ホラーがちょっと前に流行ったっていうのもあって、そういうもの一個ジャンルとして見られたっていうのは結構助かりましたね。日本的な怖さの思想の概念みたいそうですね。ヨーロッパの例を見れば多分ヨーロッパの作れますけど、アイランドもそう、アイランド。お二方の代表作みたいなところに切り込んでみたくて、やっぱゼロシリーズのところで柴田さんとまずは、天気やっぱ赤い蝶が元気だったかなと思って、一作目はそれ怖いことだけを考えてきたんですけども、一作目は、もちろんストーリーはあるんですけども、そのストーリー性で引っ張るようなストーリードリブンのものじゃなかったので、これをなんか先が見たくなるようにすれば怖さとそのストーリーの先が見たいっていうのを同居して、一つエンタメになるんじゃないかなと思って、そこは意識して作ってましたね。ホラーでもそのグロいホラーとか、その汚いホラーって結構他にもたくさんタイトルがあったので、そうじゃなくて和風なホラーできれいめな方っていうところになんか進んでいった方が差別化図れるかなと思ってました。だからちょうどだからその時なんですよね。僕もお知り合いになって、だからお互い和風というか日本を舞台にしたホラーっていうところで、お互いどう見えていたかみたいな話は嫌でした。サイレントヒーローを作った中山さんがあって、もう少しこうニッチなジャンルというか、和風ホラーに急に来たわけですもんね。それでもなんでサイレンで日本を舞台にとかってなった？いやでも手持ちのカード切ってる感はありましたよ。でもだから昔サイレントヒーロー作った時にゲームでこすられてないというかゲームで使われてない世界観で何かみたいなことをやっぱりリサーチした時に、一つはモダンホラーがあったんで、だからスティーブン・キング的な世界観、それはサイレントヒーローに直結したけど、その時にでも TBS ドラマのインスマンスを追いかけて、ご存知ですか？佐野史郎で、佐野史郎、はい、そうあの切り口面白いなと思って、でもだから最初その時に思ったのはって欧米に通用するホラーっつって
ラブクラフト。でもラブクラフトは意外とゲームとかでもやられているっていう、でもこれを日本に本案したのは新しいなけど、でちょっとそれはやりたいなと思って残ってたんで、そこから入ろうっていうのがあったんですよ。じゃあちょっとコズミックホラーになっていくのはそれなんですね。あると思います、はい、それは若干ラブクラフトの影響が、見落としがたいというか、なんか上位のよくわかんない世界はなんていうか、ざっと概念としては明示しつつも説明せず、下流でわちゃわちゃする人々の群像劇みたいなイメージはちょうどその時指揮とかをする人に勧められて、はい、なんかちょっとその辺が、だから小野冬美の指揮もあれは元はスティーブン・キングのあれじゃないですか、だからなんかね、なんていうか体型を感じたんですよね。この体型としてこれを作るべきみたいな、ホラーの神様が何かこれを作るべきみたいな。和風ホラーありきじゃなくて、モダンホラーのとかコズミックホラーの展開として日本に本案したらこう見えるっていうのが、そうです。ひねりとして面白かった。いやでここが空いてるからこれをお前が作るんやでって言われた感じは誰に言われたんですか？分かんない。ホラーのラブクラフトに言われたそうでもいわゆる和風クトゥルフってことですよね。それはね、ホラーとはちょっと切り口は違うなと自分でも思いながら、はい、でいわゆる王道的な和ホラーはやっぱりゼロやなと思ってましたね。で日本のホラーってやっぱり霊魂なので、はい、そこと向き合っているっていうイメージがありました。でサイレンのコードだけ見るとホラーゲームじゃないんですよ。だって敵の位置とかも全部わかるわけですもんね、スカイジャックで。そうです。だから驚かしたことないんですよ。なんかその純粋ななんかかくれんぼと鬼ごっこの中間みたいな遊びがあった上で、話の構造がだんだんコズミックホラーになっていくっていう、村の閉鎖的なものから。だから結構プレイし終わった後は全然印象変わりましたね。でも僕やっぱりゼロの面白さって心霊とアクション性を直接結びつけたっていうそうです。でも心霊とアクション柴田さんってそこですよね。だからかげろうというか、拷問とアクション性とかなんか意味そこがいっていう。心霊とアクションは正直やっぱ僕初めてゼロやった時はちょっとやっぱ受けるっていうか霊を封じた時に点数が入るっていうもともとそのテクモに入った時にもその作ったゲームは大体こう点数が入るゲームだったんですよ、はい、でテクモシステムっていうか私家庭呼んでるんですけどピンボールを元にしたなんかこれをやるといいよって役がついていくと点数が上がっていくっていうシステムがあって、これはちょっと継承した方がいいのかな。かげろうでも一応それを継承していて、多分アーケードの文法もあったんでしょうね。そうですね。スコアが出る。アーケードっぽいんですよ。アーケードもあったからこれは守っていった方がいいなと思って写真撮ってもちょっとあるんですよ、役が。最初聞いて面白かったのがゼロって60フレなんですよね。そうです。アクションゲームと同じフレームレートで。いやゼロアクションゲームです。仁王はだから逆に僕らにとっては特別なタイトルというか、そもそも名前は知っている実態がないっていうタイトルだった時に、仁王をやるって聞いてびっくりしたっていうか。でも社内でもそんな反応でしたからね。仁王作るのみたいな仁王みたいな感じで。仁王とはこれであるって最初になんかこう柱というか、ここは曲げちゃダメみたいなの決まってたところとかあるんですか？それはやっぱりその渋沢公っていうのはうちの、ね、社長がやっぱり最初に決めてて、戦国時代で金髪の西洋人が割と具体的ですね。そうです。そこまでは全然。だから僕がディレクターになる前のバージョンを柴田もやってたし、ちょっとディレクターをして、そんなのもあったんですよ。僕ありました。初耳なんですよね。でもすぐ終わっちゃったんですけどね。そうですね。1年やってないぐらい、半年ぐらいでした。アクションゲーム縛りもあったんですか？いやでもなかったですね。やっぱり当時じゃあどうやるってなった時に、やっぱりアーケードインで、いわゆるデモンズソウル、ダークソウルっていうものがあって、それでじゃあどうやっていきますかって時に僕がなんかアクションゲームとしてっていうので入っ
て、そこからだから実質僕も4年弱ぐらいしか関わってはいなくて。長いですけどね。いやいやでもその前がもっとありますからね。 10年近くやってたから不思議な感じだったし、結構言われたのがこんだけ十何年やってるタイトルだからプレッシャーもあるでしょうとか言われましたけど、正直1ミリもなくていやそこはね、実際そこは大きいと思います。だからプレッシャーかかるポジションやけど自然体でやれたって、そこは良かったんやろうかなと思って、違ってからどんどん偉くなったけど、僕の印象で言うとね、変わんないなこの人っていうかギスギスしていかないっていうか、あれなんかこう自分が見る範囲とかはどんどん広がっていったり、そういうあれやけど俯瞰してっていうか、そういう立場は変われどスタンスが本当変わってないなっていうか、今の時代と合致してるんやろうなちょっと思ってますね。多分やりやすいんだと思います、皆さん。みんなそう思ってだってない今みんなそう思ってないんだ。いやいやそうですね。現場結構僕厳しいですからね今はだからそうやって流れの中でやってだから、まあ変な言い方ですけど、なんかちゃんとあんなにこう受け入れられるとは思ってなかったんですよね。もう変な期待値もいわゆるカンストしてるし逆にその期待を下回っても誰も期待してないタイトルだったみたいな、なんか両面が両極端であったので、それをなんかこう体験版とかやってる間もずっと感じながら、そこ面白いですよね。安田さんにとっての一番の転機かつやっぱり重要なタイトルっていうかね、まあいろんなコエテクさんの仁王っていうところの立ち位置って独特で面白いなと思っていて、そうですね。なんか社内で一番僕がおそらく暇な時期だったので仕事がなくてで仁王っていう寝かしてるやつがあるからやってみないかっていうのがきっかけだったから、ただ再現性が今ないなって思ってて、そんな状況ってもう二度とないだろうなと思う。まあ実際うまくいったと思うしあの時でも多分柴田は全然その作家性の人間だから、多分そこにうなずいてはなかったですけど、なんかやっぱ活劇であり、エンタメでありっていうのは、まず世間で知られてないけど、柴田さんは日本のシナリオとかカットシーンとかは関わってらっしゃるんですよね。はい、そうです。そうそれでずっとそうやって飲んでたりした時にやっぱりいろいろもっとこうした方がいいみたいなことは言われましたけどね、全然あんまりしなかったですね。そこ聞きたいわ。柴田さんはどうしろって言ってたのかな。それが取り入れたの。いやでもそんな覚えてない。細かい話の時もするし、演出のね、演出の話なので、だテンポはやっぱ違いますもんね。そうですね。なんかもっと結構スローテンポなんというか大河ドラマ的なイメージがあったから、多分スローテンポなイメージはあったと思うんですよ。一個一個重いとか、ドラマも一個一個セリフたっぷりめっていうイメージあったのと、やっぱりまあ現状のアウトプット見てもらえば分かる通り、結構テンポのいい感じで進むんで、多分その違いはあったと思います。でも最後は安田さんのバランスでというかさじ加減でっていうのがうまく構想したんだ。結果的にはそうだったのかなと思いますね。逆によく任しましたよね。だから全然若いでしょ。そうですね。まあ30ちょいぐらいだったかな、あの時は。いやそこはね、小出さんはさすがにやっぱり戦国的な世界観を持ってるのか、やっぱり全員パラメータ化されてますよね。なんていうか、やっぱりするかこういう伸びしろがあるこいつに任せてみようみたいな感じだったのかなとか。それはでも分かんないですね。そうですね。それはね。あの時期結構重なったんですよね。そのグラビティ2もそうだったし、ファイナルファンタジーもそうだったし、ペルソナもそうだったし、トリコ伝説のタイトルみたいなところが卒業できない人たちが一気に卒業したっていう2016年末から17年にかけての時はね、それはなんかいろいろ重なって、富山さんは割とホラーをエンタメ化するっていうことでアクションとホラー両立っていうことでしたけど、どちらかというとホラーの方が主体のゲームをやっぱり作りたい気はあるんですよね、どうしても。小規模でいけるタイトルを作れるとは思ってます。そこはまずいろいろで言うと、例えば小出さん大手
でもやっぱり切り口変えてホラーファン向けのマニアックなタイトル作ったりとかもあり得るとか、そういうことですかね。あり得るかなと思ってます。それは承認する立場にチラチラ目線が出てるから言いづらいだろうななんかでも確かにね、うんそこはなんか、まあ次も多分ねなんかいろいろ一緒にやるだろうからあれですけどね、でも確かにそのホラーってやっぱり属人性みたいなものがすごく影響するジャンルだしね、安田さんの方でプロデュースでそういうの一緒にやったりとかあり得るんですか？でも考えたことはなかったですけどねそう僕はホラーゲームあんまり分かってないというかプレイがあんまりできないので、05も15分でそうです。最最初のそう部屋から怖くて出れなか2った部屋目くらい。でもまさにそこってなんかこう両極な話なのかもしれないけど、まあ、それこそさっきその属人性だったりエンタメみたいな話って、まあ、割り切れる割り切れないみたいな、ね、よく柴田はペーソスって言葉を使うけど、ロゴスとパトスみたいな話で言うと、アクションゲームってやっぱりロゴスが強い割り切れることだったり反復的な楽しさ本質的な気持ちさレスポンスの良さみたいなものがあって僕はだからずっとチャレンジしてきてこの先だからでも本当にチーム忍者がいいゲームをもっと作るってなるとそういったストーリーであったりそういったものは絶対に必要だと思っているので、まあ、僕はどちらかというとそのより規模は大きいけど両立するような、まあ、それが実現できてるようなタイトルもたくさん存在はするからそこにチャレンジしていきたいなとは思ってるしそれはやっぱりシリーズでね期待されるところでもあると思うから、そこをどう進めていくかっていうのは、安田さん的にチーム忍者ってまあ引き継いだものではないですか？そうですね。はい、そうですか。はいはいはい、この先もこうであるっていう核みたいななんか部分ってありますか？でもやっぱりその触って気持ちいいとかっていうまあそれこそ、少し言い方は難しいけど、まあ、結局世界のいろんなところで好きになってもらえるっていうのは手触りの良さだったりそういったところだと思うのでそこを実現しつつあともう僕チーム忍者って入社する前ものすごい変な名前だなって思ってたけど結構いいなって思うのが忍者って顔を出さないんですよね。だから、まあ、こうやって僕はいろんなところでお話をさせていただくこともあるけどただやっぱり作ってるみんなが忍者で思ったことを込めてだけど誰か一人の属人性じゃないその一方で割り切れないものだったり価値のあるものを作ってるっていうようなチームにはしたいなって思ってるんで、この先その僕自身もディレクションはもちろんやるけど、それ以外のディレクターだったり、いろんなスタッフが自分が作ったって思えるものを作っていって悪い意味で割り切れて しまいすぎないような、そこは多分そのお二人と話してても感じるゲームの良さだし価値だと思うからそれをなんか両立させていきたいなって結構欲張りな思いはあって、そこをなんか実現できればチーム忍者としてはいいのかなって思いますね。本当にチーム忍者はいいリーダーを持ったな10回ぐらい言ってくださいなんかブレない形で集約されてるなと思ってうまいことすごくそれこそ僕はねそのチーム忍者ってもともとあって今この立場にいますけど園さんはだってね、立ち上げたというかそうなんですよね。なんか僕はもう真逆ですよね。なんか一つ感覚としてはやっぱ自分もやっぱり年を取ってなんというか先端的な感覚で言うと日々衰えるっていうけど俯瞰して何かをっていうところで言うと逆に言うと今はピークやなと思っているところはあって、それで言うと新しい人に参加していただいてでやっぱりわざわざうちに一緒にやりたいって言ってくれる若い人っていうのはやっぱり僕が今までやってきたようなことをエッセンスとして好きだって言ってくれるような、彼らに報いたいみたいな思いはすごくあるんですよね。だから彼らが次にお客さんを喜ばせたらそいつが価値だと思っているんで、そういうことの打席に立てるように座組を作るのが今の仕事なのやろうかとか思ったりも普
つつ、だからもうちょっとこうしたらそうなるんじゃないとか、だから今はねすごい充実してたりみたいな思いはあります。そこはすごく本当に実際自分のリアル息子ももうこれからゲーム業界入ろうとかしてる。だからみんなスタッフとか息子娘世代みたいな感じ、それはもう成功させてあげなきゃみたいな、もうそういう気持ちでやって